harbor sunrise gleams. Our engine's quiet now inside this vessel's dreams. With ticket in my hand, I run up to the open deck. A seagull, one and two are here to see us off. I check. Go, go, ferry, carry out home with you. Sliding on a carpet of the deepest ocean blue. Go, go, ferry, to the next town we will ride. With all our hopes and freedom safely packed up right inside my sweet home. Across the sea. Go, 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 go. Pier is fading, I wave a small goodbye. The world we left behind us becomes a memory. Our partner sleeps below us, what travels fill its head. Can it already sense the northern lands that lie ahead? Go, go, ferry, carry out home with you. Sliding on a carpet of the deepest ocean blue. Town we will ride with all our hopes and freedom safely packed up right inside my sweet home. Across the sea. Go, 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 go. The distant pier is fading, I wave a small goodbye. The world we left behind us becomes a memory. Our partner sleeps below us, what travels fill its head. Can it already sense the northern lands that lie ahead? Go, go, ferry, carry our home with you. Sliding on a carpet of the deepest ocean blue. Go, go, ferry, to the next town we will ride. With all our hopes and freedom safely packed up right inside my sweet home. Across the sea. Oh, 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 oh. Across the sea. Oh, I feel the engine's heartbeat, a rhythm deep and low. はい、じゃあ一番乗りで北海道に上陸。やったー、上陸しました。出口どこ？やってきたのは伊能忠敬、北海道測量開始の地点ということですね。ここね、こっから測量を開始したわけですね。はっはー。函館で7泊している。風が悪く8泊も風待ちやむなく。へー、函館山で。そうなんですね。そしてこっちが伊能忠敬の像でございます。ここから開始したんですよね。続いてやってきたのは青函トンネル建設記念モニュメント。日本の北の大地北海道と本州2つの島を隔てる津軽海峡。かつてこの海を渡ることは常に荒々しい自然との戦いでした。その歴史が大きく動いたのは1954年の遠山丸事故。台風で5隻の青函連絡船が沈み、1400名を超える尊い命が失われました。この悲劇を二度と繰り返さぬよう、天候に左右されない安全な交通路を求める声が高まり、壮大な国家プロジェクトが動き出します。
海底トンネル青函トンネルの建設です。全長 53.8km、 最も深い場所は海面下 240m。 それは海底を掘り進むという人類史上でも類を見ない挑戦でした。行く手を阻む軟弱な地盤、そしてトンネル内に滝のように流れ込む海水との絶え間ない戦い、幾度となく発生した出水事故は多くの困難をもたらしました。しかし日本の技術者たちは諦めませんでした。最新の技術と決して屈しない人間の意志でこの難工事に立ち向かい続けたのです。着工から24年、幾多の困難と尊い犠牲を乗り越え、1988年ついに夢のトンネルは2つの大地をつなぎました。青函トンネル、それは技術者たちの情熱と日本の誇りが詰まった世紀の偉業なのです。このトンネルメモリアルパーク内にはもう一つの碑がありました。駆逐艦柳、その名は山口県沖での大破と呉での悲劇的な最後として知られています。しかしその生涯の始まりには知られざる物語がありました。ここ北海道福島町沖、竣工直後猛吹雪で座礁した柳は絶望の淵にいました。その全乗組員を救ったのは危険を顧みずアレルーミンへ出た地元の漁師たちでした。この氷柱は戦争の記憶とともに命をつないだ人々の勇気と絆を静かに語り継いでいるものです。はい、北海道最南端。北海道の最北端は有名やけどね、最東端とね。でも最南端は多分誰も来ないと思います。実は本州最北端よりも南にあるということやね。道の駅松前駐車場、長い名前ですね、ここの道の駅ね。はい、噛んでしまいそうな道の駅ですけどやってきました。それでね、近くの温泉旅館矢野さんっていうところで温泉に入って、その温泉に入ってる間にこのお弁当を作ってもらいました。これが松前名物のりだんだん弁当、そしてこっちが松前の一応名物でニシンと数の子の松前船弁当っていうやつです。それとこれが近くのセイコーマートの道産秋鮭ポテトサラダ、そしてこっちが道産煮卵です。それで今日はね、北海道自分の自家用車で初めて上陸ということで、まあこのキャンピングカーでもまあ初めてというわけなんで、今夜はこれを開けたいと思います。これは何ですか？どこさん？ドイツ。これはまあね、家から持ってきたやつなんですけど、ドイツ産のスパークリングワインお祝いということで開けます。これ上にボーンってやったらね、 LED がね割れたら困るからね、そろっといきます。そろっと。はい、うまいこといきました。ドイツ。泡ばっかりです。グラス冷えてないもんね。グラスって冷やすの？いや、シャンパンであんまり冷やしてないよね。シャンパンちゃうけどね。ああ、スパークリングワインですね。シャンパンって言ったらシャンパーニュ地方の人に怒られちゃうね。はい、それではこのキャンピングカーで初めて北海道に上陸した記念、乾杯。あー、うめえ。ドイツのスパークリングうまいですね。はい、そしたらいただきましょう。日清の数の子もすっごい大きいね。でかいね。あ、切れてないね。切れてないっすよ。おじさん。この線だけが切れないですね。切れました。
はい、ニシンと数の子。うわあ、ちゃうわ、数の子とニシンでした。そうやなで、脇に乗ってたやつ落ちた。松前漬け松前漬けですか、これが。だと思われます。ご飯も盛りますか？いや、いいです。ご飯とりあえずは後で。当てで。はい。じゃあ当てでいただきます。これニシンこれなんか関西のやつよりうまそうやね。それニシンじゃないと思う。ニシンじゃない、数の子ね。さっきも逆に言って今回も逆に言う。いや、なんかお正月に食べるやつとちゃうっぽいね。うん。どうですか？ちゃんと味ついてるわ。関西のやつより全然うまうん。うまいね。い。なんか焼きたらこみたいな感じの味がする。漬け込んであんのかな？なあ、関西のやつさ、なんかうん。食感だけでさ、なんか塩漬け味ないやん。であんまり美味しくないよね。こあれれ美味しい。関西のやつあんまり好きじゃないね。嫌いどっちか言うと。これ美味しいね。これ美味しい。こんなんできんやったら、こんなんにしたら食べれるのにね。そうだね。もしかしてこう新鮮なところでやるから美味しいんかな。どうなの？どうなのね。なんかお正月のイメージが強いよね。これもニシンもこれめっちゃうまい。これって何？うまい。柔らかい。一旦干物にしたやつかな。このなんかカッチカチのイメージやんね。ニシンって。めちゃめちゃ全然うまいわ。ふんわりしてるね。でこれが松前漬け。醤油味って言われます。醤油味。何入ってるのこれ？昆布と人参？これ魚も入ってるよね。ニシンが入ってんのちゃうかな。普通松前漬けって。うまっ。松前うまいやん。これでもニシン入ってる？これが混じっただけ？分からんけど。だからこの緑色のやつ、これがただの付け合わせ？いや、なんか聞いたような気がしたんやけど。あ、これもうまいで。昆布やね。昆布。わかめじゃないの？わかめな。わかめっぽくない？わかめっぽいけど、わかめと昆布の違いは？緑色？そうなの？色？そしてこの海苔だんだんっていうのは海苔の下に海苔弁当やろ、ただのちゃうの？だけどなんか海苔が違う。この辺で取れた。この辺のめっちゃ有名な推しなのよね。あ、下にも海苔入ってんだよ。なるほど。海苔とご飯がミルフィーユになってます。あ、海苔の味がめっちゃ濃ゆ。めっちゃ海苔。めっちゃ海苔。めっちゃ海苔。めっちゃ美味しい海苔。生海苔なんやね、きっとね。で、松前漬けなんですけど、数の子、スルメ、昆布、お醤油で漬け込んだ保存食だそうです。スルメが入っとんのかな？あ、スルメか。なるほど。これは数の子？これ数の子？いや、これスルメやね。これも合わせてじゃないの？いや、それは別。数の子。それは数の子は数の子で出てきたから。これさ、これ人参やと思ってたら、これスルメや。美味しい。なるほど。で、この緑色のはしそわかめ。しそわかめの佃煮らしいです。佃煮なんこれ？
佃煮だそうです。これ、味噌わかめ、味噌、しそ、しそ、あ、しそな、なんかしその味するね。美味しい。この爽やかな感じはしその味やったよね。なるほど、美味しいわ。松前舐めてたね。松前漬けもなんかもっと売ってるの濃い味やん。関西に見たら賞味期限を伸ばすためかすごい辛い味やけど、甘辛いくてちょうど食べやすいね。
の駅北前船松前で仮眠させていただきました。それでは出発します。Wheels hum low like a traveling band. Mountains whisper to the asphalt sand. Maps crumple, plans unravel. Just me, this van, and roads less traveled. And there it stands, a beacon of steam, a coffee shop like a caffeine dream. Seattle coffee in my hand, fuel for the road, it tastes so grand. Take a sip, let the city glow, then hit the road. はい、道の駅上の国文殊に到着しました。ちょっと早すぎましたね。この裏にね、神の道というのがあるらしいので、先にそちらに行ってみましょう。北海道上の国町道の駅文殊の目の前にそびえる奇岩窓岩。その中央に開いた穴はまるで天へと続く階段のよう。人々は昔からここを神の道と呼んでいました。この地には海と山を結ぶ神秘的な伝説が息づいています。夜更けになると神の道から不思議な明かり、流灯が上がるといいます。それは海の神である龍神が遠い太平山の女神に会うため、光となってシャンシャンと音を立てながら夜空を駆けていく姿なのだと。ほんの数年前までその光を見たという人はいたほど、この物語は人々の心に深く刻まれています。さらにアイヌの伝説では山の洞窟とこの海が地下でつながっていたとも言われています。この神の道は単なる自然の造形ではありません。神々の恋物語を見守り、人々が自然の中に神聖さを見出してきた祈りの場所なのです。Wheels hum low like a traveling band. Mountains whisper to the asphalt sand. Maps crumble, plans unravel. Just me, this van, and roads less カニ飯がおすすめやねんね。There it stands, a beacon of steam, a coffee shop like a caffeine dream. 道の駅上の国文殊でカニ飯、有名なカニ飯ですね。買ってきました。お昼に食べたいと思います。次にやってきたのは海洋丸記念館。幕末の日本、徳川幕府がその威信をかけオランダに建造させた一隻の軍艦がありました。その名は海洋丸。
最新鋭の大砲26門を備え、収益当時は日本最強と謳われました。まさに幕府の夢と希望を乗せた最後の切り札でした。しかし歴史の荒波は巨大な船をも翻弄しました。大政奉還により幕府が崩壊すると、海洋丸は軍事副総裁榎本武明に率いられ、旧幕府艦隊の旗艦となります。土方歳三らと共に新政府への抵抗を決意し、蝦夷地へ。函館戦争ではその圧倒的な火力で松前城を攻撃し、旧幕府軍に勝利をもたらしました。しかし栄光の時はあまりにも短かったのです。1868年11月、蝦夷地を平定した海洋丸は江差の港に停泊していました。その夜、牙を向いたのは猛烈な嵐でした。荒れ狂う波と風の中で怒りは切れ、なすすべもなく座礁。最強を誇った軍艦は敵との砲火を交えることなく、わずか数時間で冷たい江差の海底へと姿を消したのです。収益からわずか2年余りの悲劇、その沈没は旧幕府軍の運命を決定づけました。今江差の地には実物大で復元された船が幕府の志士たちの夢と時代の大きなうねりを静かに伝えています。この海洋丸記念館は2027年供用開始予定の北の江ノ島拠点施設道の駅かもめ島と一体に運営されることとなっています。その工事のために2025年10月末で一時閉館することとなっているそうです。今これ何の公園？パーキングエリアのすぐ隣にあったパノラマパークの駐車場でちょっと休憩してました。ご飯食べてね、カニ飯ね、美味しかったです。こうね、コスモスが綺麗に咲いてますわ。そしたら出発したいと思います。はい、再び日本海の方にやってきました。左前に見えてるのは積丹半島ですね。流れる道の先にはい、やってきたのは道の駅余市。今夜はね、ここで仮眠させていただこうと思っております。奥に入っていくとね、未舗装の広い駐車場がありましたので、そちらの方で仮眠させていただくことにしました。知らない味に胸が弾む。余市といえばここですよね。日本のウイスキーの聖地、北海道余市。ここに一人の男の夢と情熱が息づく場所があります。日課ウイスキー余市蒸留所。日本のウイスキーの父、竹鶴正隆が理想郷として選び抜いた物語の始まりの地です。大正時代、単身スコットランドへ渡り、本物のウイスキー作りを学んだ竹鶴。彼は帰国後、ウイスキーの本場と酷似した気候風土を持つこの余市にたどり着きます。冷涼な空気、清らかな水、そして豊かな石炭、ウイスキー作りに必要な全てがここにはありました。1934年に創業。しかしウイスキーはすぐには生まれません。熟成を待つ間、余市特産のリンゴでジュースを作り、経営を支えました。社名である日課の由来、日課の長刻む苦難と希望の歴史です。この蒸留所が今も堅くなに守り続けるのが、世界でも稀な石炭直火蒸留。職人がつきっきりで火力を操る非効率な伝統製法が、余市モルトの特徴である力強く香ばしい味わいを生み出します。創業当時の姿を残す石造りの貯蔵庫や赤い屋根のキルン塔、国の重要文化財にも指定され、美しい建物群はまるで時が止まったかのよう。
ここは単なる工場ではありません。日本のものづくりの精神と一人の男の揺るぎない夢が結晶となった歴史そのものなのです。こっちの方がまろやかさが出てきた。次これのやってること10年余市うまい。めっちゃまろやか。滑らか。滑らか。めちゃめちゃ滑らか。で一番スモーキーなやつ。これが激しいわ。マジでスモーキー。なんか炭の樽の中を炙ってんねん。炙られすぎやな。煙突の肉。炭やな。参った16時閉館ってそんなんある？日本が独自に開発した宇宙実験棟希望をはじめ、宇宙ベッドや宇宙食を展示している余市宇宙記念館、4時で閉館ということでもう閉まっていました。残念。でも裏の売店の窓から少し覗くことができました。ムチ産スパークリング、ナイアガラブドウを自然発酵させた微発泡白ワイン、度数 9.5。 日課ウイスキーで知られるここ北海道余市町で、本場ナポリの風を感じられる特別な場所にやってきました。マーレブル。ここは真のナポリピッツァ協会から認定を受けた正真正銘ナポリピッツァリア。マスターがこだわり抜いたのは伝統と、そして余市の恵みの融合です。店内に鎮座するのはイタリアから取り寄せた巻き窯。400度を超える高温で一気に焼き上げることで、生地は外はカリッと中はもちもちのコルニチョーネ、いわゆる額縁を生み出します。これが赤ワインと味噌と赤ワインのソース。そして野菜やサイドメニューの魚介、そして食後のフルーツまで余市や三木産の旬の食材を積極的に使用されているそうです。色鮮やかな旬の余市野菜が本場のイタリアの力強いチーズやハムと見事に調和しています。マスターの強い情熱と探求心、そしてこの土地へのリスペクトが詰まったまさに至福のナポリピッツァ。この旅の思い出に深く刻まれる素敵なディナーとなりました。Concludiamo la serata con l'amaro di un espresso. Grazie. 今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。